はい、今回は普通車のタイヤ交換、スタッドレスから夏タイヤへ交換ということを、私はこうやってますよということを、動画にしてみました。と同時に編集をショットカットでやってるんですけど、場面の切り替え、トランジションを全て違うものでやってみたので、ショットカットをね使ってる方とか、これから使う方はそちらも参考にしてみてください。モデルの車は60系ノアなんですけど、ここへね付属の純正のパンタグラフジャッキをねかける位置はここですよね。ただね、普段はガレージジャッキ、油圧ジャッキを使ってるのでね、油圧ジャッキをかける位置は車種ごとにね取扱説明書に書いてある場合もあるので、そちらをねよく読んだ方がいいと思います。このね、私はこの60系ノアはこのフックの位置で片輪ずつ上げてます。かける場所を間違えちゃうとね、ラジエーターやっちゃったり、サスペンションをやっちゃったりね、いろいろあるのでね、出てくるので注意しましょう。これ昔の十字レンチでね、これアルミホイルだとギリギリで、これがアルミホイル用の十字レンチですね。これだけねスカスカ余裕がある、アルミホイルにね傷をつけずに作業ができます。トヨタのねこの純正のアルミホイル用のナットがねちょっとコツがいるんですよね。なかなか入っていかなくてね大変。特殊な形状しててね、外れづらい、緩みづらいんだと思うんだけどね。最初は手でねある程度締めていきますね。次は十字レンチでこの軽くね締めてって締まらなくなるまで軽くですね、そこでストップします。仕上げはトルクレンチで締めますね。ナットを全てねある程度締めたら、今度はねゆっくりとジャッキを下ろしますね。左右ね作業を終えたら今度は後輪に移りますね。でこの車の場合はねギアの4駆なのでデフがねあるんですけど、ここにかけてね、左右両方上げてあります。普通の FF のノアはねちょっと正直どうなってるかわからないので、取説を見ながらねここにかけちゃダメとかねあるので気をつけて、無理しないで片輪ずつ上げた方がいいと思います。両輪上げたのでね、ナットをね、外していきますね。当たり前ですけどね、ギアはパーキングに入れてあって、サイドブレーキはしっかりとね踏んでかけてあります。ネジ山も壊さないようにね。タイヤのねローテーションなんかもね取扱説明書にね見るとちゃんときちんと書いてありますね。ちゃんと見てくださいね。タイヤの摩耗を4輪ともに均等にし、寿命を伸ばすために5000キロごとにタイヤローテーションを行います。で前輪は後ろへ、後ろはね反対側の前輪へってことでね丁寧に書いてありますね。図解で示してあります。夏タイヤを保管するときにね自分なりに分かる目印を貼ってあるので、これはね助手席のフロントだったので助手席の後ろへ持ってきますね。さっきも言ったんですけどね、このトヨタのねナットがね締めづらいんだ。自分はね手でね締めていって、締まらなくなるまでは手で締めています。いきなりね変に締めちゃうとネジ山をね壊しちゃうと、これがまた大変なことになっちゃうからね。まだねジャッキアップしてある状態なんでね、でこれで十字レンチでまた軽くね締まらなくなるまで締めますね。自分は対角で締めています。これスタッドレスについていたアルミホイルのねナットをね閉まっていますけどね、また来年お世話になります。両輪締めたのでねゆっくりジャッキを下ろしますね。ここでまた取説登場です。今度はホイールナットの締め付けトルクですね。105ニュートンメートルってありますね。車種ごとに違うので自分の車の取説で必ず調べてみてください。ナット径21ミリですね。
でトルクレンチのトルクを105に合わせていきます。トルクレンチの使用方法は、詳しく動画にしてありますので、そちらを、ご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。このトルクレンチには105という表記がないので、右へ締めていって105に合わせますね。対角線で締めていってね、カチンっていう音がしたらね、そこがもう105の力で締められてます。それでそれ以上は回らなくなってますね。トルクレンチね、1本あると便利ですよ。これ4000円ぐらいなんでね、そんな高くないですからね。ナットもね、きちんと保管しておかないとね、また来シーズンお世話になりますね。きちんと保管しておかないとね、一つでも足らないと大変だからね。昔は洗剤使ってね、きれいに洗ったんだけどね、もう今はそんなことしないけど、よほどの汚れがなければこの程度のね掃除でいいと思います。はい、そしたら、保管するにあたって大きめの挟んである石だけ取ってあげますね。なんか気分的にね嫌だからね、石取るのと同時にね刺さってる釘とかねガラス片とかないかね確認できますからね。で今 2.3 ぐらいね空気圧が入ってるんですけど、自分はね半分ぐらいね空気抜いてからね保管するようにしてます。ゴム製品なんでね、パンパンの状態でね長い間保管するよりもね少し緩めてやってね、緊張を緩めてやって保管した方が良いなんてことをね昔ねなんか本で読んだんですよね。それ以来ね抜いてから保管するようにしてます。はい、規定空気圧をね確認しますね。はい、規定空気圧は 2.3 とあります。前後とも 2.3。 ちょっと空気圧、見てみますね。2.4 ぐらい入ってますね。これね慌てて履き替えたんでね、雪が降りそうだなんてね、だからこれ抜かずにあれだね、しまったんだねこれね。まあそんなこともありますね。また目印をつけて保管。履き替えたから一発ね吹いてやろうね。油性のタイヤクリーナーだとねひび割れが生じたりね問題あるらしいけど、これはね水性だからね。今日のお話はここまでです。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると今後の励みになります。これからもよろしくお願いいたします。